안녕하세요 여러분, 사랑합니다. 今日はですね、韓国の大人気メニュータッカルビを作ってみようと思っています。タッカルビって外で食べたら一番楽ですけど、自分が住んでいる地域には韓国のお店も少ないし、うちで自分で作ろうと思って普段からよく食べているそのレシピを今日皆さんに紹介しようと思っています。じゃあ行きましょう。まずお肉です。もも肉 600g。 もも肉の方が柔らかいしタッカルビにちょうどいいと思います。じゃあもも肉を切ります。皮は、取っても取らなくてもいいんですけど、今日は取らないまま、まず鶏肉を一口のサイズで切ります。このぐらいのサイズかな。ちょっと大きかったと思う場合は、お肉に火が通ってからキッチン用のハサミで切っても全然大丈夫ですよ。じゃあ切ったお肉はボウルに入れておきます。残りも、そうだ、手気をつけてね。今日のレシピで一番大事なのは鶏肉の匂いがしないこと。じゃあどうすれば鶏肉の匂いがしないか。お酒です。お酒を2スプーン入れて、大さじです。大さじのこっちか。そして胡椒です。軽くでこのまま混ぜ混ぜ。こうすると鶏肉の悪い匂いがなくなります。10分ぐらいでこのまま寝かせます。おやすみ。洗ってきます。じゃあ鶏肉は寝ているうちに野菜を用意します。ネギです。ちょっと大きめに切った方がいいです。玉ねぎも切りましょう。もう少し太めに、こういう感じ。さつまいもがある場合はさつまいも入れても美味しいし、土地もありませんと言ったら、入れなくていいですよ。火がすぐ通るようにちょっと薄く切ります。今日1個しかなくて1個入れるけど、2つぐらい入れたらちょうどいいと思います。キャベツがいいのがなくてカットされているやつを用意しました。キャベツを用意した方はこういう大きさで切ってください。次はソースです。まな板は入れません。ソースは粉から始まりましょう。砂糖です。3スプーン。1、2、3。カレーの粉です。もうちょっと味を豊かにしてくれるというか、そういう機能なのでわざわざ買いに行く必要まではありません。これはネットで買った韓国産のゴチュガルです。太いタイプ。3スプーン。みりんです。今度は醤油3スプーン。今度はオイスターソースです。これもカレーの粉と一緒で、冷蔵庫にありますという方だけ入れてください。オイスターソースは1スプーン。うわ、いい香りを出してくれるごま油。生のニンニクがある方はよく刻んで入れてください。今日は楽々にこういうタイプを使います。でこれをよく混ぜて、料理しながら喋りながら、さらにそれも外国語で喋りながら、思ったよりちょっと簡単じゃありませんね。でも頑張ります。出来上がりました。トロトロの感じ。このヤンニョムに今まで寝ていた鶏肉を入れることにします。おはよう。よく混ぜてください。どうですか？もうなんか美味しそうな感じ。
いやー、生で食べちゃダメですよ。最後にコチュジャンを入れます。もう一度混ぜ混ぜ。いい匂い。順調です。フライパンをちょっと温めます。じゃあ油を大さじ1スプーン入れます。ここでまず火が通りにくいじゃがいもを入れます。まず火は中火にしてじゃがいもを焼きます。まず薄く切ったから、そこまで長く焼かなくても全然大丈夫です。野菜を入れるときは最初ネギ以外は全部入れます。こうやって鳴らす感じでちょっと開いておきます。このまま置いても大丈夫ですよ。で野菜がある程度焼いたら軽く混ぜてお肉を入れます。残りのソースも全然ないし、ちょうどいい量だと思います。煙が出るところで水を入れます。水の量は4分の1カップ。じゃあこれから強火にして焼きます。で、これ焼きながら野菜が焦げたり、ヤンニョムが焦げている感じがしたら、水をもう少し入れても全然大丈夫です。僕の場合、お皿に水を入れて、これをちょっと軽く洗って、貧乏臭いと思うかもしれないけど、一緒に入れます。お肉に火が通ったら、ネギを入れます。じゃあ、火を消して。はい、出来上がり。いかがですか？맛있겠다。味見してみます。いただきます。赤く、お鶏肉も全然臭くないし、辛さもちょうどいいし、美味しいです。めっちゃうまい。これはじゃがいも。じゃがいもも美味しい。フライパンこのまま食べても全然いいと思います。皆さん、いかがでしたか？これからも自分が普段よく食べている韓国料理のレシピ、皆さんにたくさん紹介しようと思っています。よろしくお願いします。안녕。